さあ、やっていきましょうか。今回のテーマは、電磁気学で、多くの人が、なんだこれってなっちゃう、電速密度です。でもね、実はその答えの鍵って、皆さんがもうよく知ってる、めちゃくちゃシンプルな、あの法則に隠されてるんですよ。D イコールエプシロンだっけ？あれ？ E イコールエプシロン D だっけとか、あと、境界条件。接線成分が連続なのはどっちで、放線成分はどっちだっけみたいに、もうごちゃごちゃになりますよね。教科書を読んでも、いまいちピンとこない。いやー、その気持ちすっごくよくわかります。でも、もしですよ、その長年のモヤモヤをスパーンと解消できる全く新しい見方があったとしたらどうでしょう。難しい数式をただ丸暗記するんじゃなくて、ああ、そういうことかーって心の底から納得できる、そんな方法をね、今からお話ししていきます。そのヒントが隠されている場所っていうのが、なんと電気回路なんです。そう、オームの法則。電磁気と関係あるのって思いますよね。でもね、ここから本当に全てがつながっていくんですよ。ここでちょっと本質的な質問をさせてください。V イコール RI っていう関係があるんだったら、別に電圧 V か電流 I、どっちか一つあれば十分じゃないのって考えたことはありませんか？実はですね、この電圧と電流を僕たちがわざわざ2つの別のものとして考えているのには、めちゃくちゃ深くて大事な理由があるんです。その理由っていうのは、ズバリこの2つの仕事、役割がもう根本的に違うからなんですね。ちょっと電気回路の基本ルールを思い出してみてほしいんですけど、電圧って抵抗とかが直列につながってる時にどんどん足し算されていきますよね。それに対して電流は回路が並列に枝分かれしている時にそれぞれの枝の分を足し算する。そう、足し算される場面が直列と並列で全く違うんです。で、ここが核心です。電力、つまりエネルギーって P イコール I 2乗 R みたいに電流の2乗に比例するじゃないですか。この2乗って計算がちょっとめんどくさいですよね。でもこれを電圧 V と電流 I っていう2つのシンプルな役割に因数分解して P イコール V×I っていう形にしたおかげで、僕らは回路をずっと扱いやすい簡単な一次の関係で分析できるようになったんです。V と I を分けるっていうのは実はこのためのものすごい発明だったわけです。さあ、いよいよ本題です。今話したこの圧力と流れ、そしてエネルギーを扱いやすい2つの役割に分解するっていう考え方、実はこれと本当に全く同じ理由で、僕たちは電場 E と電速密度 D っていう2つの量を使ってるんですよ。ちょっとこのスライドの図をじっくり見比べてみてください。左が回路の V と I、右が電場の E と D です。どうです？矢印の向きとかそれぞれの関係性がもうびっくりするくらいそっくりじゃないですか。そう、構造が完全に一緒なんです。このアナロジ、この見立てを使うと、電場 E の役割がめちゃくちゃクリアになります。E っていうのは回路でいうところの電圧、つまり圧力にあたる量なんです。だから単位もボルトマイメートルなんですね。で、電圧が直列で足し算されたのと同じように、E も線に沿って足し合わせていく、つまり積分していくっていう、まさに直列的な性質を持ってるわけです。じゃあ一方の電速密度 D は何か、もうお分かりですよね。これは回路の電流に対応する流れの量なんです。電流が並列に分かれてそれぞれの流れを足し算したように、 D は面を通過する量を足し合わせていく、つまり積分する。要するに並列的な性質を持った量ってことなんです。そしてこのつながりを決定的にするのがエネルギーの式です。回路の電力が P イコール V×I っていう圧力と流れの掛け算で計算できたように、電場のエネルギー密度 U もほら E と D の掛け算を基本にした形で表されてるんです。この対応関係美しすぎません？ちょっとワクワクしますよね。さあ、この圧力と流れっていう新しい武器を手に入れたことで、今までもただ覚えるしかなかったあの厄介な問題がどれだけ直感的にすっきり理解できるか見ていきましょう。そうです。境界条件。まず E の接線成分が連続。これ E が電圧みたいな直列の量だからって考えれば当たり前じゃないですか。境界に沿って電位がちゃんとつながってなきゃおかしいですもんね。じゃあ D の放線成分が連続は？ D は電流みたいな並列、つまり流れなんだから、境界を横切る流れが途中で消えたり増えたりしないっていうごく自然なことを言ってるだけなんです。ね、もうどっちがどっちだっけって丸暗記する必要ないでしょ。この見方をすると、
誘電率エプシロンの役割も全く違って見えてくるんです。エプシロンって単に E を D に変えるためのなんかよくわからない定数じゃなかったんですね。そうじゃなくて、圧力担当の E と流れ担当の D っていう、それぞれ独立した仕事を持つ2つの量をその場所の物質がどういう比率で関係づけているかっていう、まさにその媒質の性質そのものを表す値だったんです。しかもこの話、電場だけで終わらないんですよ。この圧力対流れっていう考え方の構造は、実は電磁気学の世界全体を貫くめちゃくちゃ基本的な普遍的なパターンなんです。もう一度このスライドを見てください。回路の VI、電場の ED、そして今度は磁場の HB まで。全部同じ形の三角形の構造をしてるんですよ。これ偶然なんかじゃありません。物理法則が持つ信じられないくらい美しい対称性がここにはっきりと現れてるんです。この表がその壮大なアナロジーの全体像です。ちょっと一緒に見ていきましょう。まず役割分担から。圧力、つまり直列で足し算されるグループを見てください。回路なら電圧 V、電場なら E、磁場なら H、見事に対応してますよね。次に流れ、つまり並列で足し算されるグループ。回路は電流 I、電場は電速密度 D、磁場は磁速密度 B。これも完璧。そしてこの圧力と流れを結びつけるのがそれぞれの場所の媒質の性質。抵抗 R、誘電率イプシロン、透磁率ミュー。そして最後にエネルギーを見てください。これもまた電力 P イコール VI、エネルギー密度 U イコール2分の 1E.D、U イコール2分の 1H.B と全部圧力かける流れの形でかけてる。どうです？もう肝心なのはこれら全部が全く同じロジックで成り立ってるってことなんです。そしてこの基本構造をしっかり理解することこそが、電磁気学のラスボスともいえるマクスウェル方程式をただのわけのわからない数式の集まりとしてじゃなく、物理的な意味を持った本当に美しい一つの体系として捉えるための一番大事な鍵になるんです。だからもうこれからは E と D どっちが本物なのとか、どっちが本質なのって悩むのはもうやめにしませんか？本当に問うべき質問はこれです。E の仕事は何？そして D の仕事は何？この2つの役割の違いをしっかり理解すれば、なぜ僕たちがこの両方を必要としているのか、その理由がもう自然と見えてくるはずです。